はい、内山光一のザ・ゴトチャンネルです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は監督からの、はい。要望がありましてね。はい。もういっぱい来てます。見えますかね。見えませんよね。たくさんね。ところがですね、ほとんど知らない方。名前は知ってますけども、ほとんど知らない。どういう方なのかっていうのがね、全然分かってないですね。わからないです。非常にかっこいいね、平野翔さんをやってくれんかということなんですけども、うちの違うスタッフがね、この方だけはやめて、お願いだからやめてっていう要望ありましてね。はい。じゃあ難しいかなとかね、思ってるんですよね。でね、大谷翔平さんとか書いてありますね。はい。玉置浩二さん。玉置浩二さん。玉置浩二さん。ね、山崎さん、これ誰ですかね。育三郎さんっていうの。山崎育三郎さん。綾瀬はるかさん。ね、高市さんも来てますね。政治家のね。橋本龍太郎さんとかありますね。中川翔一さんありますね。小田武道さんってご存知ですかね。小田武道さん。なんていうんだ。小田武道さんって竹内さんですかね。あ、ですね。読み方もわからない。昔ほら小田武道さんっていらっしゃって、こんな顔じゃない人。そうですか。いましたよね。尾崎豊さんとかね、自殺された方かな、これ亡くなった方ですよね。築地新地の岡本天明さんってご存知ですか。お名前だけはね。どうします。築地新地ね。この方たちの中でどなたか来られる方います。お任せ。わかんない。もう天上界に任せましょう。天上界って言いますか、もう霊的に任せましょうか。だって誰がどの方してもどっちにしろわからないわけでしょ。わからないんです、私ね、よく知らないですからね。大谷翔平さんはね、しょっちゅうテレビ出てますからわかりますよね。ジョージ・ソロス様ってありますよ。どのような考え方をお持ちですかとかね、なんか質問の内容も書いてあるんですね。そうなんだ。そうか。この3人さん。死後今いる世界は本当に自殺ってこれありますね。本当に病死とかありますね。そうなんですね。綾瀬はるかさんってまた生きておられますよね。と思いますよ。ですよね。方は多分この方たちは生きておられる方たちなんだ。はい。ね、ここら辺の方が亡くなった方なんだ。そういうこと。でもそこになぜ高市さんが同じグループに入ってるんですよね。高市さん確かまだ元気だと。政治家グループです。政治家グループでね。なるほど。こんな感じで、いただいちゃって監督からやれるということで。指令ですか。指令ですね。すごい。やってみましょう。やるんですか。いやもう。それともう一つ。この動画が撮れてる動画は私は分かりません。もう本当に。もう設定をもうバタバタしてやってまして。そうですね。設定するまでがなかなか面白いんですよ。それ言います。こっち汗たくなくなってこうやってたんですけども。内山さんのね、悪戦苦闘している姿、もうそっちの方が私はもう。でね、このカメラを携帯でコントロールできるんですね。で一生懸命それやってたんですけども、このマイクつけたら使えなくなってですね、どうすんのって価格どうすんのっていう本当に大丈夫ですかね、このコンビは。もう一つ違うカメラもありましてね、それもこれでできるんですけども、何かに価格が合わなくてね。なんで私たちはこういうふうにガタガタするんでしょうかね。それが面白いところじゃないかと思いますね。ですから今日もいつもそうなんですけどね、いつもメモを取ってますよね。こんな感じです。真っ白です。何にもありません。ここから始まります。ですから台本なし。台本なしです。いつもなしです。困るな。よくね、台本読み上げてるとか言われてますけどね。そうなんですよ。台本ないですよね。ないです。カンペも誰もいませんよね、ここね。誰もいないですよ。カンペもないですね。本当にそうなんですよ。何も見ていない。それではこの方の中から来ていただけるか、
それとも全然違う方が来ていただけるかもう分かりません。やってみましょう。ね、漫才かこれ漫才ですよねこれ。だから漫才を楽しんでいただくという回でいいかもしれませんね。それではね、でも今から少し真面目にやりましょう。真面目に。はい。はい。はい、まず私たちがねやるときには、まずは主への感謝っていうのをしっかりやります。でそれで、丹田に落としましてね、で準備をしてやるという形をとってます。はい、しかしほんの一瞬で終わりますけどね。真面目をほんの数秒で。はい、それでは合唱お願いします。はい。はい、主への感謝の思いと準備をお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今ここで、お名前を読み上げた方の中でどなたか、亡くなった方でもいいです。または生きている方の守護霊様でも結構です。おいでいただければと思います。ありがとうございます。何人か来ておられます。それでは一番最初に来られたこの左側の少し横の方ですね。はい、そうです。はい。の方お願いします。それではエレナさんの方にお入りください。お願いします。はい。はい。おいでいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。ジョージ・ソロスです。ジョージ・ソロス様おいでいただきまして誠にありがとうございます。はい。はい。ジョージ・ソロス様は申し訳ございません。よく詳しく私は分かってませんけども、亡くなった方なんでしょうか。そうですか。それでは、お言葉をいただければと思います。今のこの時代、さまざまなことが起きているかと思いますけども、私たちに何かお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。私は一番先にこのメンバーの中で先頭に並んだんですけれどね。おかげで発言権を得ました。はい。とても光栄です。ただ残念なことに、あなた方2人がよく私のことを知らないというね、申し訳ございません。前代未聞の霊言になりそうですね。申し訳ございません。名前ぐらいは聞いて、聞いております。くれていると思います。はい。おそらく、今私が入っているこの方も私のことを何も知らないと思います。だけど世界中の若い人たちに私は伝えたいことがあります。それはね、新しい世界を夢見てほしいということです。新しい世界とは何か。これまでの既存の価値観に塗り固められた世界を打ち破れということなんです。簡単に言うと、もう今までの価値観を気にせずに、新たな君たち自身の考えやアイデアを自由に出しなさいということなんです。それはね、新しい時代を作っていくときに必ず必要になることなんだ。だから常に常識を打ち破る。常識を打ち破る。そして限界突破する。限界を突き抜けていくところに新しい世界が開けてくるということを言いたいんです。
そして何でもかんでも既存の価値観、概念、常識、こういったものに縛られているということにまず第一に気づいてほしいということです。この世の中、理不尽なことがたくさん起きていると思います。力のあるものによっていろいろなことが抑えられ、情報もしかり、政治もしかり、教育しかり、芸術しかり、産業も工業もすべてのものが制限を受けているんです。もっとはっきり言うならば、洗脳にかかっていると言ってもよい。そういう世界の中で皆さんは生きているんです。だけど、それがまさか洗脳だとは思っていない人が、どうでしょう。8割方いるんじゃないかなと思いますね。ほとんど多くの人が日常の生活が当たり前で、これはこのようにルールが決まっているからこうするべきだ。法律でこのように決められているからこうでなければならないというところにがんじがらめに縛られているということに実は気づいてもらいたいということなんですね。それは職業が何であろうが、住んでいる国がどこであろうが、年齢が何歳であろうが関係のない話です。ましてや宗教は何なのか、自分の趣味や好みはどうなのか、結婚しているのかいないのか、子供がいるのかいないのか、そんなことに一切縛られることのない新しい概念、考え方、価値観、こういったものを誰かから与えられるのではなく、自らが考え出していかなければならないと。それが新しい時代を開くということなんです。そのことに気づいてほしいと思っています。そしてこの理不尽な世の中、なぜ戦争が起きるのか、いかにも悪とおぼしき人たちがいつの時代も活躍しているのは何のためなのか、ここを考えてほしいんです。それは天使の側から見れば全く存在を許し得ない悪魔の存在だということが言えます。しかし、この悪なる存在、これがなぜこのように存在を許されているのかということを考えてみたことはありますか？おそらくほとんどの人がないと思います。私も初めは気がつきませんでした。だけど、よく考えてください。例えばみんなの好きなディープステート。みんなの好きなレプタリアン。みんなの好きな悪魔崇拝。など、などなどなど、それらのあらゆる存在たちは、やりたいようにやって、したい放題しまくっています。なぜそんなことになるのでしょうか。そして善良な国民が、市民が、脇へと追いやられて、しかし、利益だけは上げては吸い取られ、利益が上がっては吸い取られしているわけですね。どうしてこんな理不尽なことが起きるのかよく考えてほしいんですが、私は思うんです。これはある種の
神の意図だと思っています。どういうことか。それは、神は何を望んでいるか。そこを考えるんです。何を望んでいるでしょう。おそらく、神と同じ性質を持つものを増やしたいと思っているのではないか。思われているのではないかと思うのです。同じように愛にあふれ、素晴らしく輝いている。そういう魂を増やしたいと、育てたいと思われているでしょう。しかし人間はどうでしょう。言葉では立派なことを言うけれど、実際にはそうではないパターンがとても多くあります。すぐに愚痴を言ったり、不平不満を言ったり、何か大変なことが起きたら、政府のせいにしたり、国はどうしてるんだと、なぜ国民を助けないんだと、政治が悪い。あるいは誰かがこんなふうなことを言ったからこうなったんだということで、犯人探しが始まって、自分以外の誰かが悪いという話になります。しかしそれは神の望んでいる人間の姿ではないと思うんですね。どうでしょうか。皆さんならどう思いますか。神がそれらのいわゆるブラックなグレーな存在たちを許されているという事実がある以上、そこには何か神の意図があると考えてしかるべきだと私は思います。そうした時に人間は魂をして鍛えられているのだと、こういう考え方は成り立たないでしょうか。教育をされているのだと。どこまでも虐げられて厳しい状況になって、さあどうするということを聞かれているのではないかと。そう考えたとき、私はすべてのことが納得できたんです。そうだ。こういう時にこそ神が現れて聖者を分けて弱き者を助ける。それが神の仕事じゃないのかと、初めはそう考えていました。どうしてこんなにひどい目に遭っている、かわいそうな人間たちが溢れているのに、神様は助けてくれないのだと、神を恨むような気持ちにさえなっていました。しかし、そうではないのだということを考えたときに、これは他責の問題ではなくて、むしろ自分たちの問題であった。自分自身の問題であったということに気がついたんです。そう考えてみると、すべてのことが説明がつきます。なぜどこまでもこんなにひどい状況がいつまでも続いているのか。これでもかというぐらい災難がやってきたり、国難がやってきたり、経済的な危機がやってきたり、地震が起きたり、火山が爆発したり、さあどうする？正義はどこにあるのだ？そこに愛はあるのかと問うたときに、愛はあると私は答えたいと思います。それは神の正義、神の愛、何に対するものか、人々の魂の成長のために
与えたもた試練であると、ひたすら向上していくためのきっかけをいただいているのだと考えたときに、すべては解けました。今日は一気にこのような話をしてしまいましたけれど、本当はもう少しゆっくり話をするつもりでしたが、せっかく一番乗りで発言権を得たので、チャンスを逃さず、今日はこの話をさせていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい。今ジョージ・ソロ様はどのような世界におられますでしょうか。今の話を聞くとかなり高次元におられるんじゃなかろうかと思いますけども。そうですね。はい、それなりのところにいると思いますね。はい。例えば近くにどのような方おられますでしょうか。ああ、そばにいる人ですか。はい、近くにおられる方で。マリア様ですね。近くにおられると思います。そうしますと、一般的に言う、8次元世界と。そうですね。から9次元に近くなるところ、そうですね。はい。はい。大天使と言われる方ですね。そうですね。過去世の中において、そういったお名前のところもお持ちかと思いますけども、もしよろしかったら教えていただけませんでしょうか。それを言いますか。私はあまりね、はい、そうね、進んで言いたいとは思わないのですけれども、もしよろしかったら申し訳ございませんけど、お願いできればと思います。そうですか。では今ね、私の、魂の近いね、はい、人がここに出てきましたからね、名前を挙げますと、はい、坂本龍馬。坂本龍馬様。はい。はい。魂の近い方と。そうです。いうことでいいですね。そうですね。はい。ありがとうございました。はい。しっかりと新しい国を作っていくために頑張っていきます。はい。はい。どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。坂本龍馬の魂に近い方ということで、ジョージ・ソロス様。ジョージ・ソロス、この方どうでしょう。生きてらっしゃるかもしれないですね。そうですね。はい。なんかどちらともつかないところからなんとなく生きてる感じを私は今してましたけどね。そうですよね。ちょっと違うかもしれません。すみません。本当に申し訳ございません。多分ね。無知で申し訳ございません。本当に。いや霊界にいらっしゃる、この魂の兄弟とか守護霊とかぐらいの方が多分今来られたように思うんですけどね。ソロスさんご本人というよりか。なるほどですね。でも名前がここに上がってる中で言われたので。守護霊かもしれませんね。そうですね。はい。魂ってのは非常に不思議なところがありましてね、すごく大きいんですね。で、魂の兄弟って言いますと、一般的には5人の分身と本体ということでなってますけども、もっとこう近くに、同じようなやはり、本体と魂の分身とかいうような形であるんですね。でどこをもって兄弟というかというと非常に難しくて、先の例えば木で言えば先の枝の本当に葉っぱのところだけを見て魂の兄弟というのか、それをもうちょっと手前側の小枝から広がっているところを持って魂の兄弟というのか、そうなった場合はもうちょっと多くおられるんですね。それをもうちょっと手前になって中ぐらいのこの枝から広がったものとして考えるともうかなりおられるんですね。で今みたいに8次元存在ってことになってきますと無数に現れることができるんです。これはきちっと法でね説かれていることで何千となって、出てくることができると。しかしその出てきておられる方はさまざまな次元の中で出てこられるんですね。8次元として出てこられる方もおられるし、7次元6次元5次元っていういろんなところで出てこられてますので、その全員がジョイ・ソロスさんですよと
いうこともできるし、全員が坂本龍馬さんでありますの魂の兄弟ということもできるんですね。ですから三次元的な価値観で、いやその人の過去では誰々よっていう方おられるんですけども、はい、本当はもう少しね奥を見ていただくと、もうちょっと違うという形になります。私も自分が今分かってるだけで、同じこの私の魂の分類って言いますかね、兄弟って言いますか、同時に何人か出ておられるんですよ。それも分かってますけどね、言うわけはいけませんけども。ですから私と同じような魂が、もちろん出方によって少しずつ違いますし、使命によって違ってくるんですね、形が。そんな形でこう出てます。ですから、三次元的なこの地上だけの価値観で、物事を見ないでいただければと思います。そこよりも今日は新しい時代を、新しい国を、新しい価値観の社会を作っていこうということがメインです。よくねこの、動画とか出すとその違うところでクレーム言ってくる方もいるんですけど今日のメインは新しい国を作りましょうと、その常識と思うこと、そのこと自体を打ち破っていきましょうということなんですね。でそれは今の現実を見ていただくとすごいことが起きてますね。そうですね。はい、もう地震もさっき言われたように、今の政治見てください、今の戦争を見てください。とてもじゃないけど人間とは思えません。この今の日本すっごくいっぱい過去の方たちも含めて一生懸命作ってきたものを全部売り渡してるでしょ。まともとはとてもないけど思えないですね。そうですね。はい。でそこに関わってる政治家の方ももう物が言えないんです。おかしいと思ってもね、物が言えない状態になってるんです。もうめちゃくちゃな時代なんですよ。でそれはなぜかっていうと、やはりね今言われたようにしっかりね一人一人が目覚めてほしいと、自分のね魂をね本当にねもう目覚めてほしいということなんですね。人のせいにするんじゃなくて、自分でどうするか、自分はどう考えるのか、そしてそれをどのような国を作っていきたいと思っているのかと一人一人考えなさいよということですね。そしてその、皆さんの集合体がまた新しいものを作っていきます。そんな形になります。そして、神はより素晴らしいものといいますかね、簡単に言えばユートピアを作っていきなさいと、ユートピア社会を作っていきなさいというふうに言われてるんです。その作っていく過程において一人一人が学びがあるんだと、一人一人の魂が向上していくんだということをね言われてます。地獄に陥る自由もあるかもしれませんけども、基本的にはありません。ですから地獄に落ちて苦しい思いをするんですね。自由じゃないよということをね言われています。向上するのはどこまでも向上していいようになってますので、素晴らしい方向に向かってね頑張っていきたいと思います。そうですね。はい。皆さん新しい時代を作っていきましょう。はい。本当に新しい時代を作っていきましょう。ここにそれはあります。ここの私たちのところにありますので、いろんなね活動いっぱいされてますけども、どうかここに集まっていただければと思います。はい。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、7月11日木曜日、霊言ニュースの時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日の夜ですかね、監督からね、言われまして、この見えないか、ね、この人たちの、誰か霊言取ってほしいということで、ほとんどの方は知らなかったんですけども、なんとジョージ・ソロス様来られたんですね。でジョージ・ソロスさんっていうとあんまりね評判良くないような報道されてますけども、びっくりしました。すごい方です。意外でしたね。意外でした。びっくりしました。本当にねすごい方ですね。にもかかわらずやっぱしそういう方は、反対側どちらかというと今世界中を、コントロールしている人たちからすればもうたまらなく嫌なんでしょうね。だから悪い報道されてるっていうかな、そんな感じを受けましたね。なるほどね。だからトランプさんがね悪く報道されるように、天使と言われる方たちはどうも特にもっと大きな大天使とか言われる方たちはそんな感じになりますね。
へえ、うんそうなんだ。今の報道とか本当に世の中の、私たちに伝わってくるものっていうのが本当に怪しいという、何をどういうふうに信じていいか分かんないぐらいに怪しい状況になってますね。わかりませんね。ですね。はい。うん。でここではその地上の、価値観というところではなくて、天上界ではどう見てるかというふうな形でお伝えしています。これもね、霊言ですから怪しいって言えば怪しいかもしれませんけども、一応ね、正直にやらせていただきたいと思ってます。はい。妻とよくね、喧嘩をしておりました。あまり仲のいい夫婦ではなかったんですがね、子供のことやら何やらで、家に帰ってきたらいろんな小言を聞かされるわけです。それを言われてもね、私ももう仕事のことで頭がいっぱいでね、うるさいと怒鳴ったわけですね。子育てはお前の仕事だと。お前が何とかしろというようなことで、よく喧嘩をしたんですね。山へ登ったっていうのもね、自分一人が趣味でね、登ったわけです。別に家族の誰かを連れて行くでもなし、自分が一人でね、やりたいことをやっておった。矢先の事故だったわけです。後々後悔しました。何も最後に互いに話すこともなく、家を出たもんで、ちょっと後悔をしました。なのでね、家族円満に、というのはもう一つの命題ではあります。そして健康にということですね。自分の体をいとわず仕事をねしていたというのもあったし、無理もあったと思いますけれどもね、まさかそんな形で、亡くなることになるとは思わなかったんで、ちょっと反省はしました。